はい、皆さんこんにちは。機械系男子のきょにちです。今回はですね、こちらの成瀬は天下を取りに行くを読んでみたので、こちらを紹介していこうと思います。いや、この本はね、久々にすごいもう爽快に読める、読んでて楽しい本でしたね。すごい楽しくて、ここの帯にも書いてありますけども、かつてなく最高の主人公って書いてありますけども、この文言通りにですね、誰もが、成瀬あかり、こちらの主人公の成瀬あかりのファンになるっていうような、できれば近くで、成瀬あかり氏をですね、見せていただきたいって思うぐらいに、こちらの主人公のね、魅力がすごい詰まってる本になります。でもね、決してその主人公だけじゃなくて、周りの人がいたからこそ、こう、成瀬あかりがあったのかなっていうシーンもあったりして、結構そこら辺がね、読んでてね、いいなって思ったところでしたね。で、こちらのね、主人公、成瀬あかりなんですけども、ちょっと変わった子なんですよ。どんな風に変わってるかっていうと、いきなり友達にね、親友に対して、この夏を、西武大津店に捧げようと思うっていきなりね、言ってみたりとか、あとはいきなり M1 グランプリに出たいって言って、漫才をやろうって言ったりとか、あとはその髪の毛のね、伸びる長さを実証実験したくて、坊主頭にして、女の子が坊主頭にして、3年間で36センチちゃんと伸びるのかっていうのを、確認しようとしたりとかってして、結構ね、その、本人がね、やろうと思ったことに対して、本当に突き進むような感じなんですよ。かといってね、親友に対しては、別だけども、でもそんなにね、周りをすごい巻き込むっていうような子じゃないんですよ。何でもかんでもやっぱり自分でやろうとするような子なんですよ。でもそれができちゃうんですよね。だから、地域のけん玉大会に出場して4時間けん玉をね、続けて、その審査員の人に止められるっていうぐらい一つのことにねすごい熱中してそれをね成し遂げていくような、そんな主人公なんですけども、そんな感じで、このね主人公がいろんなことに挑戦していくんですけども、やっぱりその姿を見て周りの人がねすごい勇気をもらえる、読んでる読者からしてもすごい元気をもらえて勇気をもらえるような感じ、さらにプラスして何かやってみようかなってこっちも思わせてくれるような、そんなね本当に元気勇気をもらえるようなお話なんですよ。で、こちらのね、主人公の魅力についてね、今回お話ししていこうかなと思うんですけども、こちらの主人公のね、魅力を3点、挙げたいと思います。まずね、1点目がですね、この主人公が全く擦れてないんですよ。負の感情がないっていうのかな。その、他人に対して嫌味がないし、人を見下したりとかもしないし、あとはその周りからね、自分がどう見られてるかっていうのを、全くね、いい意味で全く気にしてない。周りにね、迷惑をかけるわけじゃないんだけども、あいつはなんか頭も良くて運動もできてなんか嫌なやつだなっていう風なのを、陰でねそうやって思われたりするわけなんですよ。何でもできちゃうから。やっぱりそのなんか妬みの対象になっちゃったりもするんですよね。でもそのことを本人は全く気にしてない、そういう情報が全く耳に入ってないような、そんな振る舞いをしてね、そこら辺がね結構魅力の一つなんですよね。で2つ目がですね、意外にもすごい頭はいいんですけども、計算高くないってところが、魅力になるかなって思うんですよ。これどういうことかっていうと、さっき言ったその西武大津店にこの夏を捧げようと思うって言って、実際にどういうことをするかっていうと、西武大津店の閉店をですね、地域のテレビ番組が毎日中継するんですよ。テレビ中継するんですけども、そのテレビ中継の後ろ側に勝手に映り込むっていうような、一見すると不審者みたいな、行動なんですけども、それをね、毎日やるっていうようなことをするんです。でも、もしね、目的がテレビに映るというか、レポーターさんに話しかけられるだとしたら、そういう風にわざと映り込むんじゃなくて、たまたま通りかかった風なことをすれば、多分ね、1回か2回ぐらいは声かけられるはずなんですよ。でも、主人公はそういうことをせずに、毎日テレビに映るっていうことだけを目的として、不審者みたいな行動をしながらも、遠くの方でね、映り込むってことを毎日するわけなんですよ。あとは、さっき言った髪の毛の長さをね、実証実験で、どれぐらい1ヶ月で伸びるかってことを実験するときも、別に丸坊主にする必要はないんだけども、でもやっぱり本人はやるからにはしっかりやりたいってことで、丸坊主にするわけなんですけども、そんな感じでね、意外とね、計算高くないっていうか、それが魅力なんですけども、なんていうかね、もっと楽にできる、もっと、簡単にできる方法があるにもかかわらず、でもやっぱりやるとしたら、この方法が一番分かりやすいみたいな方法をね、取っていくんですよね。そこら辺がね、結構、やっぱり周りから見てるとね、すごい見てて楽しいような存在なので、生き方がストレートっていうか、やり方がストレートだから見てて楽しいっていう部分もあるんですよね。で、3つ目がですね、これがね、最大の魅力だと思うんですけども、やるからには全部全力でやるっていう、手を抜かないってところが、この主人公のね、最大の魅力かなって思います。何か思い立ったらやろうと言って、で、それに対して全く手を抜かないんですよ。そういうところがね、その読んでる読者からしても、こっちもね、勇気をもらえるんですよね。やっぱりやるからには全力、やってみないとわからないことがあると。
いう風なことを言われると、こっちもね、何かやってみようかなっていう風に思えるので、すごいね、本当にそこの魅力がね、めちゃめちゃ読者からしても、すごい魅力的に映るんですよ。で、そんなね、最高の主人公の名言でめちゃめちゃね、こっちが勇気をもらえるような名言があるんですけども、それがですね、大きなことを100個言って、一つでも叶えたらあの人すごいなるっていう考え方が、成瀬あかりのね、考え方があって、いや、本当にね、これがね、ハッとさせられたというか、やっぱりこっちとしては、失敗を恐れるとか、あとはその、口に出すのはすごい簡単なんですけども、でも実際にそれが成し遂げられなかった時に、なんかその自分を惨めに感じたりとか、あとは周りに対して恥ずかしく思うっていうような、失敗を恐れるような傾向があるんですけども、成瀬あかりにとってみたら、別に成功するまで続けたら別に失敗とはならないから、全然それをね、気にしないんですよ。全然次の機会があるとか、まだまだチャンスがあるっていう風な感じで、全くもって本人はね、その失敗っていう概念がないような、そんなね、主人公なんですよ。すごい読者からしても、ハッとさせられるというか、このね、考え方はね、ぜひね、取り入れたいなって思いましたね。このね、なんか帯のね、コメントにもあったんですけども、可能性にかけるんじゃなくて、可能性を楽しむだけでも、人生はこんなに豊かになるのかっていう風に、ゆずきあさこさんが言われてるんですけども、失敗を恐れてね、自ら可能性を潰すんじゃなくて、可能性の種はね、負けるだけまいといて、で、その一個でも咲けばいいっていうような、そういう考え方、そういうなんか、取り組み方っていうのかな。可能性にかけるんじゃなくて、可能性を楽しむっていう生き方、それをね、ぜひ見習いたいなって思いました。はい。それがですね、この成瀬あかりっていう主人公のね、魅力ですね、この本の、面白さかなって思います。はい。ぜひね、本当に最初にも言ったように、すごい漫画のね、主人公、漫画を読んでるかのような、こっちも勇気をもらえるようなお話なので、ぜひですね、勇気とか元気をもらいたいなっていう人はですね、ぜひ読んでみてほしいなと思います。はい、それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。